世界一わかりやすいクレセントアイル北西編クリティカルエンカウントの解説です。南西編の解説は概要欄を参照ください。早速参りましょう。アルバテル、ナレッジレベル書き換え、全体攻撃に加えて一時的に自身のナレッジレベルが増減します。今回は一時的にレベル36になっています。召喚、雑魚が2体出現します。前面が AOE になって雑魚がナレッジ5ですやらナレッジ4ホーリーやら何やら唱えます。例えばナレッジ5ですの場合、ナレッジレベルが5の倍数の人全員死にますという意味です。ナレッジ4ホーリーの場合、ナレッジレベルが4の倍数の人全員死。ナレッジ素数ですの場合、ナレッジレベルが素数の人全員死にますという意味です。ですだろうがホーリーだろうがは関係なく当てはまっちゃう人は全員死にます。というわけで自分の今のレベルに当てはまらないように床に立っておけば OK です。例えば今自分のレベルは36であり5の倍数ではないため、5の倍数の人を全員殺そうとしているこいつ側の AOE に立っておけば OK です。落書き、全体攻撃です。ナレッジレベルがまた書き換えられてもう一回同じことをします。今度は雑魚が3体います。ここでおすすめの考え方をご紹介。5、4、3の順に乗る。素数は無視。とりあえず5の倍数殺しである青いハゲが一番安全な可能性が高いので、もしこいつを見かけたらすぐ上に乗りましょう。で、自分のレベルが5の倍数かどうか確認します。5の倍数かどうかは判断つきやすいはず。で、多くの人が5の倍数ではないので、だとすればそのまま突っ立ってれば OK です。もし運悪く5の倍数だった時、あるいは今回のように最初から青いハゲがいなかった場合は5の次ということで4の1に移動します。で、自分が4で割り切れるか確認します。多くの人は4で割り切れないのでそこがアンチのはずです。で、不運にも4の倍数だった人は3の倍数の上に移動してもう一回考えます。で、3の倍数でもあった場合は残った AOE である素数のところに何も考えずに入ります。これだけです。自分の数字が素数かどうかは考える必要はありません。5、4、3の順で考えて3の倍数にも当てはまっちゃう超レアな人だけ何も考えず素数に書き込みましょう。前後両塗り、ボス前方半面範囲後、後方への半面範囲です。前方半面範囲が発動したらすぐにその跡地に駆け込まないと被弾するので注意しましょう。インクチラシ、ボス中心の円範囲攻撃です。本落とし、何箇所かに塔が出現します。塔の中にある丸の数分だけ人が入る必要があります。いい感じに分担して塔の中に入りましょう。この間に鋳型の予兆が発生しますが、必ず塔を踏みながら避けきれるので、びっくりして塔の足元から離れないようにしましょう。同じようにまた塔が発生するので同様に踏みましょう。今度は扇範囲が塔を覆う場合がありますが、塔が消えてから扇範囲を避けましょう。全く同じレベルなんちゃら攻撃です。練習がてら等速で流すのでイメトレにどうぞ。魔力書き、難しいこと考えず十字の付け根で待機します。で、十字が消えたらマップ中央に動けば OK です。以降は気質ギミックです。タイニーメイジ集合。4匹の雑魚が火の玉をお手玉し、しばらくして玉から円範囲です。火の玉から逃げ続けましょう。タイニーサンダが全体攻撃です。続いて火の玉と水の玉が発生します。線が徐々に短くなっていってくっついた地点から火なら円範囲、水ならノックバックが発生します。パターンはいろいろありますが特に気にせず、とにかく一番線が短い水の玉の足元に行きましょう。で、そのまま待機。
近くで火の玉が爆発しそうになったら適当に避けましょう。自分の足元にある水の玉が接近しきったらノックバックが発生するので、マップ中央に飛ばされるよう位置取ります。ノクバ距離は大したことありません。ただしノクバ先で火の玉が爆発しかけてる場合があるので、飛ばされる方向は調整しましょう。飛ばされた後も近くに水の玉があったらとにかくその足元に行きましょう。とにかく水の玉の足元、これを徹底すればそう事故らないはずです。タイニークエイがボス足元から徐々に広がる遠範囲攻撃です。予兆が発動したらそこに入る形で移動しましょう。全員集合。3カ所に魔法陣が発生し詠唱を始めるので、詠唱完了までに全部倒しましょう。よく見ると魔法陣の周りには4匹か3匹か2匹の雑魚が詠唱していて、詠唱者の数が多いほど詠唱が早いです。なのでまず4匹の雑魚が周りで詠唱している魔法陣から倒すようにしましょう。なぜかわかんないんですが、この雑魚フェーズむちゃくちゃ DPS チェックがシビアで、全員がちゃんと4匹の雑魚の魔法陣から殴りに行かないとすぐ時間切れになります。時間切れになっても全員がダメージを受けて火ダメ増デバフがつくだけですが、なんか悔しいのでちゃんと4匹3匹2匹の順で倒しましょう。3つの魔法陣を破壊すると中央の魔法陣が殴れるようになるので、同じく詠唱完了までに倒しましょう。タイニー連続魔、奥義範囲、円範囲、奥義範囲の順で攻撃が来ます。ボスから一旦離れて見たまま避けましょう。ただしこの時火の玉か水の玉がフラフラしているので、遠範囲予兆が消えた時にマップ中央側へ移動しておきましょう。そうしないと玉の移動方向によっては回避やノクバ受けが間に合わなくなります。タイニーメテオ連続遠範囲攻撃です。見たまま避けましょう。以降は気質ギミックです。アルゴル、呪聖、全体攻撃とともにマンドラゴラが出現します。マンドラゴラは気にしなくて OK です。金切り声、軽い全体攻撃です。吸引、奥義範囲攻撃です。奥義範囲上にいるマンドラゴラが食べられます。この時食べられたマンドラゴラが黄色か赤かで次のギミックが変わりますが、次のギミック見てからでも対処可能なので、今食べられたマンドラゴラを気にする必要はありません。ちなみに今回は黄色が食べられてます。奥義範囲後再びボス足元に小さく奥義範囲予兆が発生しているので踏まないように注意しましょう。黄色が食べられた場合、続いてマップから時計回りに回転する奥義範囲攻撃が発生します。見たまま避けます。続いてさっき食べられなかった方の色が食べられます。なので今回は赤が食べられました。赤が食べられた場合、マップ中央から外周へ十字範囲攻撃が広がっていきます。これは遠隔脳の避け方ですが、十字の付け根で待機して予兆が発動したら中に飛び込めば OK です。近接組もまずはボス足元に待機しといて、中央からやってくる予兆が発動したらそっち側に移動すれば OK です。回転吸引、矢印方向に回転する奥義範囲攻撃です。見たままぐるっと回って避けましょう。意外と回転速度が速いのでバカにしないように。その後再び足元に奥義範囲攻撃が3回来るのでこれも避けます。大小気泡、半面範囲、半面範囲、ボス足元円範囲です。予兆を見てからでも十分避けられるはずです。先ほどと全く同じ方法で今度はマンドラゴラが2体同時に食べられます。何回か見た感じ、同じ色同士がまとめて食べられてそうです。今回は赤が食べられました。この赤パターンが一番事故りやすくて、これから十字範囲と×字範囲が外に広がっていきます。難しいことは考えず、まずボス足元近くのアンチで待機します。1発目が発動したらボス足元に移動します。2発目が発動したら速攻でマップ中央へ移動します。これで OK です。このパターンしかないのでこの動きを覚えておきましょう。続いて黄色が食べられました。こっちは簡単でご覧の通り奥義範囲予兆を反復横跳びするだけです。以降は気質ギミックです。メタモルファ、ダークレイン全体攻撃です。
変身、小さいやつかでかいドラゴンに変身します。今回は小さいやつです。リングサイクロン、小さいやつの場合に詠唱します。ボス中心のドーナツ範囲攻撃です。シフティングスーパーセル、回転する扇範囲攻撃と、ボスから徐々に広がるリング型の攻撃の複合です。結局どう動けばいいかっていうと、まず最初のアンチへ待機します。で、矢印の回転方向に最初に出てる円のちょい外周上を回り続ければ OK です。ただし例外があって、自分の内側に円がある場合、次はちょっと円に食い込むように回ります。こんな感じです。で、一回食い込んだらすぐ元に戻って再び回ります。また自分の内側に円が出てきたら、同じように次はちょっと円に食い込むように回ります。この繰り返しで OK です。魔力放出。十字に弾が発生します。クロスサイクロン十字範囲攻撃です。よく見るとさっき発生した弾の位置が少しだけ左右どっちかにずれてるので、ずれてない方の外周に移動します。こんな感じでギリギリアンチになります。黒の一撃、タンク強攻撃です。変身、先ほどと違う方に変身します。ラウンドフレーム、でかいドラゴンの場合に詠唱します。ボス足元の円範囲攻撃です。結構広いのですぐ回避しましょう。フレーミングヘルチャージ、4連続の突進攻撃プラス円範囲攻撃です。対処方法としてはボスの一発目の突進先と、あと突進先から出ている矢印に注目します。そしたら矢印が向いてない方向のこの辺に立っておけば OK です。もちろん円範囲は適当に避けましょう。ボスが縦横無尽に突進しますが、どんなパターンでも全て回避できるはずです。どうせそんな殴れないので安牌取りましょう。ヘリッシュブレス3連続扇範囲攻撃です。2番目か3番目の予兆で待機して、で最初の予兆が発動したらそこに駆け込みましょう。以降は気質ギミックです。エルムギガースエンシェントエアロガ全体攻撃です。闘気陣マップに刃が登場してゆっくり動きます。当たらないように適当に回避しましょう。その間もボスから扇範囲攻撃が来るので適当に回避しましょう。十字闘気山、刃が止まって十字範囲予兆を出すのでアンチに対避します。連星闘気弾、外周時計か半時計回りに巨大円範囲が4つ発生します。4つ目の予兆に待機して1つ目の予兆が消えたところに駆け込みましょう。風烈闘気山、見たまま避けます。この後再び刃が現れるので見たまま避けます。一見刃が飛んでこない真ん中が避けやすそうに見えますが、直線範囲がプレイヤー目当てに飛んでくる都合上意外とそんなに避けやすくありません。広く使って避けましょう。しばらくしていると再び AOE が発生します。必ず外周がアンチなので外周に対比しましょう。以降は気質ギミックです。ペイルマギア、臭い息、扇範囲攻撃です。頭上に緑のアイコンが出るのを把握しておきましょう。プレーンクラッカー、ボス中心の円範囲攻撃です。頭上に黄色のアイコンが出るのを把握しておきましょう。召喚、外周十字に4体の雑魚が出現します。ラーニング指示、雑魚に順番に線がつながりつつ、雑魚の頭上に緑か黄色のアイコンが表示されます。線がつながった順から先ほどと同じ法則で緑なら扇範囲、黄色なら円範囲が来ます。まず最初につながった線と2番目につながった線がどの雑魚か見落とさないようにしましょう。で、色に注目。最初の雑魚の頭上が黄色でした。そこから円範囲が来るので離れる必要があります。2番目の雑魚の頭上は緑でした。そこからは扇範囲が来るので近づく
く必要があります。この雑魚から離れる、この雑魚へ近づくなので、自然と四隅のうちどこに行かなきゃいけないか確定します。なのでそこに移動します。3、4体目の色とか順番は気にしなくて OK です。これで最初の2発まではぼったちでも回避できます。で、残り2体をどう避ければいいか説明します。一つ知っといた方がいい法則があって、発動する順番は必ず黄色、緑、黄色、緑、あるいは緑、黄色、緑、黄色。言い換えると、離れる、近づく、離れる、近づく、か、近づく、離れる、近づく、離れるのどっちかです。で、今回は1匹目の雑魚から離れる、近づくという順でした。なので3、4体目も離れる、近づくという動きが正解になります。じゃあ次が離れるだとしてどう動けばいいかっていうと、残った2体がこの位置にいるので、3体目発動するのがどっちの雑魚なのかは見てなかったんでよくわかんないんですけど、でもとりあえずここに移動しておけば3体目発動するのがどっちだとしても離れられてますよね。なのでここに移動しましょう。で、4体目は近づくなので、3体目の雑魚の攻撃が発動して、4体目の雑魚がどっちなのか判明したら、そいつには近づく必要があるのですぐに近づきましょう。これで回避可能です。ちょっとややこしいかもしれませんが、この考え方で対処しておくと、1、2体目の雑魚の順番と色だけ把握しておけば良くなるのと、この後の複合ギミックも同じ考え方で乗り切れるのでおすすめです。大旋風、全体攻撃です。マギミサイル、何人かを対象とした遠範囲攻撃が連続できます。見たまま避けましょう。小さなメロディー、前方反面範囲攻撃です。死のルーレット、回転が徐々に減速していって最後に止まったところに即死攻撃が来ます。この境目のところに立っておけばどこにいようが減速し始めてから雰囲気で回避できるはずです。再び同様に外周に雑魚が攻撃の準備をし始めます。今回は移動はせず、1、2番目の雑魚が結局近づくなのか離れるなのか覚えておきましょう。今回は近づく、離れるの順番でした。磁場転換、攻撃発動前に雑魚の位置が入れ替わります。焦らず1番目の近づく雑魚と2番目の離れる雑魚がどこに行くのかだけ把握しておきましょう。移動先が分かったらおのずと駆け込むべき四隅が分かるのでそっちに移動します。残りの考え方は同じです。近づく、離れると来たので次は近づく。3、4体目がどっちがどっちなのかよくわかりませんが、とりあえず3、4体目どっちにも近づいておけばなんとかなります。で、最後4体目の雑魚がどれか分かったらそいつからは離れなきゃいけないので離れます。これで OK です。マジックハンマー、順番に遠範予兆が発生し、発生した順に攻撃が発動します。3番目に予兆が出たところで待機して、1番目の予兆が発動した跡地に駆け込みます。このテイクは3列整列して予兆が発生していますが、そうじゃないパターンもあります。ただ、3番目の予兆で待機して、1番目の予兆発動跡地に駆け込むという考え方は同じです。以降は気質ギミックです。マギネクロマンサー、ダーラ、前方反面範囲攻撃です。資料召喚、床から雑魚が出てきて足元に遠範囲攻撃が来ます。見たまま避けます。最初にオレンジ色をまとって出てきた後、紫色に変化してから爆発するので、紫の雑魚に近づかないようにしましょう。続いて雑魚の出てき方が変わって綺麗にマス目の上に出てくるようになります。マス目上に十字範囲を飛ばしてくるので雑魚の発生場所を見てアンチを特定しましょう。私の見極め方としては基本的にマップ中央4マスは安全なのでその4択で考えています。ただし例外があってそのパターンが後ほど出てくるので後ほど紹介します。
ダークフレア全体攻撃です。魔法陣展開。マップ中央に魔法陣が3つ出てきて、魔法陣が向いている方向に直線範囲攻撃が来ます。まず目の前に魔法陣が3枚並ぶようにカメラを映します。続いて魔法陣が体をひねりながら立ってくるので、どの魔法陣もこっちを向いていない位置に移動します。今回はたまたま3枚綺麗にこっち向きましたが、そうじゃないパターンもあるので後ほど紹介します。魔法陣発動から次の全体攻撃までの間隔が短いので、被弾した場合は早めにケアしましょう。このボスは以降気質ギミックですが、全体的にフィジカル系ギミックなのと例外パターンの紹介も兼ねてもう一巡。魔法陣展開。ご覧の通り魔法陣が体をひねりながら立ってくる場合があるので、どの魔法陣もこっち向いてない位置になるように移動しましょう。これが例外パターンです。中央4マスに雑魚が陣取っていた場合、中央4マスにアンチはなくなります。この場合は中央4マスから1周外のマス、どこか2マスがアンチになるので頑張って見つけましょう。で、残念ながら今説明した解放も万能ではなくて、たまに中央4マスに雑魚が出てこなかったのに中央4マス全部潰れる時もあります。まあその時は何とかしましょう。ピクミンかなので自信なければ人の動きを真似ましょう。これいい解放知ってる人いたら教えてください。本ボスの解説は以上です。アブダクター、ウィンドブレード、前方反面範囲攻撃です。続いてボス足元が光るか羽が光ります。今回のように足元が光ったらボス中心の円範囲が来るので避けましょう。無影響なので注意。羽が光るパターンは後ほど出てくるのでそこで紹介します。スキャッターブルーム、マップに弾が出現して一呼吸置いた後にその弾から円範囲攻撃が来ます。マップどこかから風が吹き始めるので風上に集合します。その後風が吹く方にノクバされます。ハリケーン全体攻撃に加えて竜巻が2つ出現します。この竜巻が動きつつ定期的に8方向に直線範囲を打ってきます。予兆の根元に注目してその延長線に立つようにしましょう。途中ノクバと複合しますが、ノクバされる前にどっちの竜巻から予兆が発生しているかあらかじめ把握しておけば、ノクバされた後余裕を持って回避できるはずです。ちなみに竜巻自身にぶつかってもちょっとノクバされてちょっとダメージ受けるだけなので安心です。再び弾が発生してその後2セットに分かれて扇範囲攻撃が発動します。最初に出てきた扇範囲の予兆のアンチに立った後、弾の発生位置を踏まえて立ち位置を微調整しましょう。一発目の扇と弾の円範囲が同時に発動するので、それをやり過ごしたらあとは見たまま回避しましょう。以降は気質ギミックです。アトラスカーバンクル、ソニックハウル全体攻撃です。
トパーズストーン、石からの遠範囲攻撃です。再び石が設置された後、4部屋に分離されます。この後4部屋中何箇所かにダメージが発生するので、アンチとなる部屋を特定するギミックです。どの部屋にダメージが発生するかというと、石からの遠範囲が赤い壁に1箇所でも接触している場合、その部屋全域にダメージが発生します。行儀よく壁から距離を取って石が設置されている部屋があるので、その部屋を特定して入りましょう。ただし石からの遠範囲攻撃は普通に来るので、部屋に入ったことに安心して回避し忘れないようにしましょう。クロー&テイル、ボス前方反面攻撃からの後方反面攻撃です。後方、前方の順で来るテイル&クローと分岐するので注意しましょう。再び石が設置されます。スパインブレイクスタンピード、ボスから直線上に左右割る形でノックバック攻撃が来ます。からの左右どっちかからのノックバック攻撃が来ます。まずマップど真ん中に立って2発目にノックバックが来る方向に少しずれて待機しましょう。その上でマップ内周側にカメラを向けておきます。1発目が発動して外周へノクバされます。続いて2発目が発動するのでこの位置あたりで待機しておきます。内周に立ちすぎるとノクバされすぎて外周視するし、外周に立ちすぎるとノクバ方向が不安定になって変な方向に飛ばされてやっぱり外周視しがちなので、感覚的な言い方であれですけど、外すぎず内すぎずの気持ちで立ちましょう。でノクバされるのでノクバ先に石があったらさっと回避します。これで OK です。ちゃんとノクバ先にカメラを向けて心構えしておけば石はフィーリングで避けられるはずです。再び石が設置されてマップが4分割されます。今回は綺麗に正方形4分割ではなく L 字状に4分割されますが、どう分割されるかは最初気にしなくて OK です。ここでのおすすめは綺麗に置かれている石に注目。なんとなくマス目の真ん中に綺麗に置かれている石が密集しているところがありますよね。この辺がアンチだろうな感を抱いておきましょう。続いて L 字に4分割されるので、この辺アンチだろうなあたりを起点にアンチを吟味します。1箇所でも壁に接触しかけている石があればその部屋は除外、隣の部屋を見に行くっていう感じです。ちゃんとこの辺アンチだろうなあたりから確認をスタートしていれば、そんなに何箇所も部屋を見なくて済むはずです。以降は気質ギミックですが、この辺アンチだろうな感のイメトレを兼ねてもう一回。このボスの解説は以上です。マギヒドラ、ファーブラスターズ、ボス遠くに遠範囲攻撃が来ます。ニアブラスターズ、ボス近くに遠範囲攻撃が来ます。ニアとファーは順不動なので A 勝負に注目しましょう。エレメンツカスケード、見たまんまのごちゃごちゃ攻撃です。基本的には全て予兆を見てから避ける系ですが、1回だけ視線攻撃が来るのがトリッキーです。具体的には目のアイコンが1箇所に集まった時にその地点から視線攻撃が来るので、その時だけそこから目をそらすようにしましょう。頭使わずに避ける方法は私は思いつかなかったので頑張って避けましょう。再びニアかファーが来ます。A 賞時は赤いメッセージも出るのでそれも参考に。方向50層全体攻撃です。マルチプルブレス6回奥義範予兆が出た後にその順番で発動します。同じ場所に連続で発動しないっぽいのでちょっと A 賞色泣かせですが、難しいこと考えずに予兆が発動したところに都度駆け込めばなんとかなります。ただし途中視線攻撃が混ざるのでそこだけ注意しましょう。このボスの解説は以上です。アラバスターブレード、石鹸小破全体攻撃です。召喚、雑魚が2体発生します。攻撃命令4連、雑魚が時計回りに4回奥義範囲攻撃をしてくると思いきや微妙に違います。ともあれまずはアンチに対比してなんとなく時計回りに回る感じで動けば OK です。
ここで右の雑魚に注目。次もくるっと90度回ると思ったら、手前の雑魚は回ったのに奥側の雑魚は回りませんでした。なぜかというと、よく見ると雑魚の周りの矢印の数が異なっていて、この雑魚たちは自分の目の前に矢印があった時だけ90度回転します。目の前に矢印がなかったらそれ以降ずっと回転しません。なので4回扇範囲攻撃をするのは全雑魚共通なんですが、回転回数は雑魚ごとに違うということです。その辺の理屈が分かってなくても、今回はフィーリングでいけるはずです。宇佐連続斬り、右半面左半面の順で攻撃が来ます。隙間の中で左右と避けましょう。ボスがどっちを向いてるかはタゲ差の装飾を参考にしましょう。これは左右連続斬りと分岐するので、その時は右左と避けましょう。高級将来、外周からたくさんの光の玉がボスめがけて近づいてきます。光の玉がボスに接触するたびにゲージが溜まってマックスになると多分ひどいことになります。ボスに接触する前に全ての光の玉を倒しましょう。ただしこの時扇範やら何やらも飛んでくるので、光の玉に気を取られて踏まないように注意しましょう。再び雑魚を召喚します。今度は4体です。そしてこれが私が北西編クリティカルエンカウントで最も苦手なギミックです。理屈はさっきと全く同じですが、雑魚が4体いる分ややこしい。映像では私はボスから離れて避けようとしてますが、そうするよりもずっとボス真下にいた方がいいです。というのも基本的にはボス真下にいれば AOE が出てから避けられるからです。ただしこれだと対応できない例外が一つあって、それがまさに今のパターン。4体の雑魚のうち対角の2体がこんな感じで向き合った時、この時は範囲がこのように出ちゃうので、ボス周囲が全部潰れてしまいます。この時だけは向き合ってる雑魚を正面に見て思いっきり横に避けましょう。これを繰り返すだけです。雑魚が90度向きを変えました。対角で向き合ってる雑魚は1匹もいないですね。だったらボス真下がアンチなので真下に行きましょう。次はというと対角で雑魚が向き合ってますね。だったらその雑魚を前に見て真横に移動しましょう。またしても対角で雑魚が向き合ってますね。その雑魚を前に見て真横に移動しましょう。90度回転した後に、今回は雑魚が向き合ってるからって考えると間に合わないことが多いので、できれば90度向きを変え始める前から次内周側を向いてきそうな雑魚だけ注目して、ボス真下が全部潰れちゃいそうかどうか考えるようにしましょう。以降は気質ギミックですが、最後の難関ギミックだけもう一回流します。このボスの解説は以上です。クレセントアルケニー、インプロージョン、全体攻撃です。召喚、外周に雑魚が発生してボスが線で結んできます。なんとなく想像つくと思いますが、線がついた順にボスが突進してきます。引かれないように回避します。突進の幅がかなり太いので注意しましょう。続いて雑魚が殴れるようになるので殴ります。雑魚の詠唱時間内に倒さないと多分やばいことになるので、雑魚優先で倒しましょう。再び雑魚が発生します。コンフォーミティ、扇範囲攻撃です。共同命令、さっきの攻撃、つまり扇範囲をお前らもやれと雑魚に指示しています。
って反応した雑魚がこの指示を受けたまった雑魚です。つまり、の雑魚から後ほど奥義範囲が来ます。適当にシャッフルしてから発動するのでいい感じに回避しましょう。また雑魚が殴れるようになるので雑魚優先で殴りましょう。地盤隆起、2箇所から放射状に広がる円範囲攻撃です。今回私は死んだので後ほどもう一回見せます。さっきより突進回数が増えているので頑張って避けます。さっき死んだ地盤隆起です。まずここに待機します。で、目の前の予兆が消えたらその中に入れば OK です。直後90度曲がってもう一回来るので同じように回避すれば OK です。以降は気質ギミックです。カロフィステリダブル、オーラバースト、全体攻撃です。魔発変化2段、ボス頭の左右が順番にまがまがしい感じになります。今回は右左の順、後ろから見てる方が様子が分かりやすそうです。ダブルヘアカット、さっきの順で半面範囲が来ます。つまり右左で来るので左右と回避しましょう。エクステンション、円範囲攻撃です。適当に避けましょう。で、そのまま動かないようにしましょう。紐をさっきと同じ場所にもう一回円範囲攻撃が来ます。再びまがまがしくなります。今回は左右の順。スライドカット、まず突進の移動予兆が出現します。この後、その予兆通りに突進して左右、突進して左右、突進して左右と計3回攻撃が来ます。見た方が分かりやすいので実物をどうぞ。注意事項として突進して左右した後の次の突進までがめちゃくちゃ早いです。ボス足元に近づきすぎると突進に引かれるので注意しましょう。クロスチェック、2箇所の予兆から8方向に攻撃が来ます。ちょうどダイヤ状になっているところに立って回避しましょう。この予兆を踏むと髪の毛にさらわれて動きを封じられます。他の人は考察の詠唱完了までに髪の毛を倒して救出してあげましょう。冒頭と同じように再び円範囲が設置されます。後でもう一回円範囲が発動するので本来は覚えておくのが成功法ですが、覚えるの相当難しいのでぶっちゃけ努力目標で。そしてもう一回突進して左右が3回来ます。紐、ここでさっき設置された円範囲が再び発動します。もし覚えていれば華麗に回避しましょう。もちろん私は覚えているわけなくて拘束されたので、そうしたら他の人は助けてあげましょう。以降は気質ギミックです。解説は以上です。フォークタワー、マノトを含め今後もファイナルファンタジー14の攻略情報をお届けしますので、お役に立ちましたらチャンネル登録をお願いします。動画化の速報は X でも行います。そちらもフォロー何卒頑張ってください。